日本共産党っていうドストレートなタイトルですけど、なんかね、ほんとはちゃめちゃに面白いんですよ。多分この本を読む人ってみんなきっと同じことを思うと思うんですよ。そもそもマルクス・レーニン主義が絶対正しいとか、必ず人間社会は共産主義に達するって、なんかそこを疑うことってしないんですかっていう。キリスト教とかイスラム教とかの、なんか少数宗教の歴史そのものだなっていうことをね、思うんですよね。なんかこの啓示上学的な教えを守り抜こうとするその人間の生き様というか、なんかこうまるで意志を持った個性を持ったようにこう振る舞う組織というか、なんかね、そこがこう読んでいて本当に面白かったです。歴力世界史専門チャンネルです。今回は私が読んだ本の紹介をしたいと思います。久々ですね。で、今回ご紹介したいのはこちらです。中高新書の日本共産党という本です。まあ、世界史の本ではなくて、どっちかというと政治学の本なんですけど、すごい面白かったです。これ2022年の、5月25日初版ですね。去年出版されている本です。中北浩二さんの著作になってます。はい。これね、すごい面白かったんですよ、本当に。結構ね、分厚いんですよ。これ見ていただくとわかるんですけど、中高新書、普通の中高新書と比べると、すごい分厚くて、400ページぐらいあるんですよ。で、本当にね、この分厚さもそうなんですけど、この情報量がね、マジでえげつないんですよ。で、結構ね、この後ろの方、もう、407ページから、もうずっとこの参考文献がずっと続くんですけど、このね、参考文献の量がえぐいんですよ。その戦前とか戦後のその赤旗の、もちろん、その日本共産党の幹部が書いた論文とか、冊子とか自叙伝とか、なんかあらゆるこう文献に当たってて、で、ものすごいボリュームをこう収集して、まあ、整理してこう簡潔にまとめてっていう、なんかね、この作業だけでも本当、途方もないというか、なんかプロの仕事だなって思って、なんかもうこの時点でもう尊敬って感じがして、います。もう私も本書いたんですけど、これがもういかに大変な作業かっていうのをなんか身に染みて実感しているので、いや、ほんとすごいなって思いながらこれ読みました。はい。で、この本の読み方というか、楽しみ方って、まあなんかいくつかもあると思うんですけど、まあまずはその日本共産党のその発展史という観点で、今のこの日本共産党が、まあどのようにして、今の体制になっているかっていう点ですね。で、ここにこう100年の奇跡って書いてますけど、その日本共産党、もうまあ設立から100年を迎えて、まあ節目の年でいうところで、で、とはいえこう、なんて言うんでしょうね。この日本共産党って、まあ現存するその日本の政党の中だとまあ最古山なんですけど、なんか謎が多いというか、なんか独特の制度をたくさん持ってる政党なんですよね。で、それらのこの疑問というのを、まあこう読んでいくとこう丁寧に解きほぐしてくれるんですよ。で、なんかこういろんな疑問があって、例えば海外だと、例えばフランスとかイタリアの共産党ってもう共産党っていう名前じゃなくて、そういう看板も捨てて、なんか社会民主主義政党になっていってるんだけど、なんで日本共産党は名前変えないのっていう。で、あとは今問題になってますけど、民主集中制という制度ですね。で、この独特の制度をどうしてそこを採用しているのっていう。で、この民主集中制って何かっていうと、まあ、分派を禁止するという名目で、その人事を含む党の重要決定事項は、その幹部のみが決めることができるっていう制度ですね。一般党員は一切そこに関与することができないっていう制度のことです。まあ結構歴代のその日本共産党って帝国主義だとかファシストだとか言って政権とかアメリカとかを批判してきたことがあるんですけど、いや、おめえのとこも独裁的な制度じゃんって、なんかこう、批判されるわけですよね。もう全然民主的じゃないと。で、なんでこういう制度に未だに続けてるのかとか。あとはもう一番重要なところなんですけど、その日本共産党のそのイデオロギーの問題。まあ端的に言うとなんで今更共産主義信じてんですかっていう、まあ素朴な感想ですよね。で、これも、この本読んだらすごくよくわかります。で、この本書の冒頭に、まあ先ほども言ったように、国際的にはその共産党ってほぼ壊滅状態にあって、まあ社会民主主義政党と化した欧州のその旧共産党もほとんどこう影響力を失っている状態にあると。
ただ、日本共産党はなんで未だに健在で、しかも今野党連合のキャスティングボードを握ることもたまにあるようなその重要な位置を占めるほど力がある政党にまだあり続けてるんですけど、それってなんでなんですかっていう疑問から入っていく。で、その戦前戦後も長らく世界中の共産党って基本的にソビエト共産党の各国支部というか、衛星政党というか、そういう感じだったわけですよね。そのソビエト共産党の支持を受けて、各国で共産主義、社会主義革命を目指す組織として設立されていると。で、日本共産党も当然そういうような成り立ちがあって、で、ソ連からのその資金援助とかもバンバン受けていたんですよね。で、党を運用してきたと。で、そのソ連というのを、成功のモデルケースとして、実際に社会主義政党を世界で初めて設立した国なので、そういうモデルケースとして、戦前だとその天皇制打倒ということを訴えて目指していたわけなんですよね。で、フランスとかイタリアの共産党って、そのソ連の支持にものすごく忠実で、もうそのソ連が、黒といえば黒っていう、白といえば白という。で、1979年に始まるそのソ連によるアフガニスタン侵攻って国際的にものすごい批判されましたけど、これすら支持したというぐらい、ソ連に忠実だったわけなんですけど、それも冷戦崩壊以降にもう社会民主主義にくら替えしてるわけですよね。で、なんでくら替えできてるか。やっぱりその物理的な距離も、近いし、あとはその冷戦構造というのが日本よりもより身近であったっていうこともあって、そのゴルバチョフ時代にソ連の体制が大きく変わって、共産主義、社会主義路線というのを大きく変換する中で、その存在意義というものを失って、崩壊へ向かっていくという中で、やっぱりマルクス・レーニン主義というのを維持し続けることがやっぱりちょっと難しくなってきたという部分があるんですね。ただ一方でその日本共産党はそうならなかった。で、ソビエト共産党とか、あとはその、アジア地域の親玉だった中国共産党とも、あるタイミングで決別したっていうのがやっぱり大きかったわけですよね。で、ソビエト共産党は、サンフランシスコ講和条約の締結にあたって、日本共産党に暴力革命の実行を指示しています。よし、日本、これから日本共産党よと、放棄しろと、日本政府を打倒しろっていう指示が下って、実際一部それ実行されてるんですね。で、ただその武装放棄って、全然人々の支持を得られずに、大失敗に終わってて、でも逮捕者も出すわ、組織はボロボロになるわ、大衆の支持を失うわっていうことで、もう日本共産党はそれでひどい目に遭っているわけですよ。なんで、その日本共産党はもうソビエト共産党の支持を受けるっていうことを、この段階で拒否して、自主独立路線っていうのを取ることを決意しているんですね。で、この自主独立路線というのを取ることを推進したのが宮本賢治という人。で、この人が党の主導権を確立して、武装闘争路線というのを放棄して、議会を通じて、平和的な体制の革新を目指すという体制に変化していくと。で、そのアジアの親玉である中国共産党とも、ベトナム戦争での反戦活動をきっかけに決別しています。で、この自主独立路線があったことが、そのソ連の崩壊という、ビッグウェーブというか大波を受けても、まだ、大事でいられる。まだ、体制が安定した理由の一つというわけですね。またかつてその日本共産党は、その暴力や騒乱も活用して、天皇制を打倒して、アメリカ帝国主義の支配からの脱却と、日本の真の自主独立、そして平和勢力である社会主義への発展みたいな、そういうことを結構真面目に考えていたわけですけど、宮本賢治以降は、議会を通じて、日本共産党が議会の多数派になって、国民の同意を得た上で、日米安保を破棄して自主独立を目指すという平和路線を取るようになるんですね。また社会主義化とか共産主義化とかっていうのも、政権を取ってすぐにもうガラガラガッシャンでそれをやるっていうことではなくて、いつか訪れる未来に見据えて、共産主義への準備を、徐々にやっていこうじゃんみたいな、そういう残事主義っていうか、そういうソフト路線に変わってます。未だにたまに日本共産党は暴力革命路線を放棄してないっていう人がいますけど、
著者が言うには、さすがにそれは無理があるよねっていうことなんですよね。で、なんかその理由がちょっと面白かったんですけど、その日本共産党の党員は、もうほぼほぼ高齢者なので、物理的に暴力革命は無理よみたいな、なるほどねって思ったんですけど、そういうわけで、急進的な革命ではなく、柔軟な改革路線を打ち出せて、ただマルクス・レーニン主義は捨て去ったわけではなく、その遠い未来のことに起きることとした点が、日本共産党が未だに共産党と名乗れることができている理由というわけなんですよね。ただもう、さすがにその民主集中制をはじめとした、その制度とか、党員組織とか、そもそも共産主義を標榜することも、限界が来つつあるんじゃないかっていうのが、この著者が、この本で語っている提言です。で、今の共産党だと、言葉を選ばずに言うと、その反米左翼のじいさんばあさんのたまり場っていうところなんですよ。統制の拡大と安定に寄与してきた宮本賢治の組織体制の、追いさらばえた慣れの果てみたいな。このままだと、今の高齢化した党員が死ぬと共産党も死ぬと。で、それまでにその次の世代に、これまでの100年のレガシーを残すための衣替えをしていかないと、もはや衰退を免れないよねっていうことなんですよね。で、この著者が提示する、日本共産党が目指すべき道の一つの方向性が、日米安保を基盤にした、現在の日本の体制の枠組みを、その中で福祉とか平和とかっていうの実現を目指す社会民主主義路線。で、もう一つが、社会主義をコアにするんだけど、エコロジーとかジェンダーとか、そういう若者とか女性から賛同を得やすい、ニューレフト、あるいは民主社会主義路線っていうところですね。そっちの方に行った方が、日本共産党は生き残れる可能性があるんじゃないかということを著者がおっしゃっています。で、この本で、日本共産党の、歩みを学ぶと、特に宮本賢治の路線以降は、現実主義的というか、状況に合わせて、主張も柔軟に変えてきてるなっていう印象を受けます。ただし、多分この本を読む人ってみんなきっと同じことを思うと思うんですよ。で、何かっていうと、そもそもマルクス・レーニン主義が絶対正しいとか、必ず人間社会は共産主義に達するって、そこを疑うことってしないんですかっていう、元も子もない話ですけど、本当に、マルクス・レーニン主義って、いわゆる宗教とか神話にと同じ類のものだなって本当に実感するんですよね。絶対にこれが正しいっていう教条があって、現実に起こっていることを、教条のフィルターを介して解釈するので、同じ現象を見ていても、全く会話が通じないというか、会話にならない感じがするんですよね。例えば、現在のウクライナ戦争を解釈するときも、反米とか反帝国主義みたいな、フィルターがかかった人が、この戦争を見ると、NATO を介してウクライナを自分たちの陣営に引き入れようとするアメリカの陰謀だみたいな。で、それに対してプーチンが断固たる決意で待ったをかけたんだっていうことになっちゃうわけですよね。いろんなものを無視して、いろんな状況だったり、国際枠組みとか無視して、そういう観念とかイデオロギーで、見ちゃうと、そういうおかしなことを言っちゃうことになるんですよね。で、マルクス・レーニン主義っていうイデオロギーに基づいて世の中の全ての事柄を解釈しようとすることのこの無理筋感みたいなのが、強く感じますよね。40年くらい前ならそれで良かったんですよ、きっと。実際マルクス・レーニン主義の枠組みで物事を考えることが、インテリの証だったし、それが時代の最先端だったわけなので、たださすがにもう古くないっていうことなんですよね。で、あと民主集中制って、かつて日本共産党の中でいろんな分派が生まれて、分裂しては統制が弱体化して、分裂したところを公安とか警察にとっ捕まってみたいな、それで内気場が起こって、みたいな、そこですごく大変苦労してきたので、そういうことを防ぐための、制度なんだなっていうのが、非常によくわかるし、そういう制度が生まれている理由っていうのも、
なんて言うんだろうな。目的としてはわかる。目的としてはわかるんですけど、なんかこう、なんだろうな、なんか、これもそう、正しさは一つしかないとか、なんかそれはこう、マルクス・レーニン主義だっていう、なんかそこの根本に無理筋がある気がして、なんか多様な意見を受け入れて党の見解に反映するんだよって、一応建前は言ってますけど、なんかこう最終的に党の幹部が決めるっていう、なんか構造になってるので、なんかこう言ってしまったらなんだろう、ノストラダムスの予言書みたいな、極めて怪しいマルクス・レーニン主義というご本尊を守るためでしか、この組織っていうのは存在していないんじゃないかとすら思っちゃうわけですよ。で、多分何も組織を変えないまま、このまま日本共産党が歩んでいくのであれば、多分きっと彼らってどん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 小さくなっていって、国政政党どころか、政党要件さえ満たさなくなっていって、なんかこう大切なご本尊を毎日磨いてこう手を合わせるような、なんかそういうこう研究会とかクラブ的な存在にまで、なんか衰弱していくんじゃないかなって、なんか思います。で、なんかね、この本の中にも、ちょっとまた引用で恐縮なんですけど、何ページだっけですね。399ページに、ソ連研究者の塩川信明さんのコメントが引用されてて、なんかね、それが結構面白くて、で、ちょっと読み上げますね。負けたのは特定の方の社会主義に過ぎないという人は、往々にして社会主義 A は失敗したが、社会主義 B はまだ試されてないというふうに考えがちである。だが、それは社会主義の歴史を踏まえない見方である。1950年代半ばのスターリン批判以降、様々な国で様々な仕方でスターリン型社会主義からの脱却の試みが30年以上もの間続いてきたことを思えば、問題は社会主義 A も社会主義 B も社会主義 C も社会主義 D も社会主義 E も失敗した後になおかつ社会主義 X の可能性を言えるかというふうに立てらねばならない。そしてこれだけの挫折の例が繰り返されれば、もはや望みは一般的にないだろうと考えるのが機能論理であるということなんですよね。なんかこう、日本共産党って、ある種こうカウンター勢力というか、マジョリティの批判的勢力であって、で、我々だったら、こう、うまくやれるとか、言ったらこう、言ったもん勝ちというか、結局なんか、お前らなんかこう、正しそうなことをなんか言ってるけど、結局何も成し遂げてないし、ただ自分はできるってただ言ってるだけじゃんっていうなんか感じがしますよね。ちょっとなんか、日本共産党の悪口みたいなことになってますけど、まとめると、なんかこう、政党の歴史っていうもので、こう、日本共産党っていうドストレートなタイトルですけど、なんかね、ほんとはちゃめちゃに面白いんですよ。そしてこの、なんかこう、なんだろうな、世界史的な見方をすると、発生源からこう、発生源、モスクワ、ロシアから遠く離れた地域に設立した日本共産党っていう組織が、長年こう少数派の弾圧の苦しみを受けてきて、なんかその中で本部の指令を受けて、で、それをエッサラコッサラ必死に達成しようと、努力する時もあれば、時には反発することもあって、みたいな。で、最終的にはこう本部と決別して、日本でローカライズして独自の進化を遂げていくと。ただそのご本尊は守り抜いていて、で、むしろ世界で一番自分たちがこの正しく主義を実行できるのだっていうこう自信に満ちているみたいな、なんかそれってこう、本当に、キリスト教とかイスラム教とかの、なんか少数宗教の歴史そのものだなっていうことをね、思うんですよね。なんかこの啓示上学的な教えを守り抜こうとするその人間の生き様というか、なんかこうまるで意志を持った個性を持ったようにこう振る舞う組織というか、なんかね、そこがこう読んでいて本当に面白かったです。なんかそういうこう、正当史というよりは、なんだろうな、こう少数派の生き残り史というかですね、なんかね、そんな感じで読めて、本当に夢中で読みました。はい。ということで、今回は中高新書日本共産党をご紹介させていただきました。はい。ということで、ぜひお手に取って、ご興味ある方はですね、お手に取って、読んでいただければと思います。はい。ということで、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価の方もぜひよろしくお願いします。